こんにちは、ゆこゆこです。いよいよ12月も半ば、大掃除の前に捨て活をということで、今回は私が100個のものを手放した捨て活記録をお届けします。そして捨て活で得られた余白と余裕から生まれた新しい幸せについてお話しします。私は時間セレブな暮らしを手に入れるために今使っていない不要なものを手放すことを定期的にしています。今回の動画ではそのリアルな捨て活の様子をサクサクテンポよくお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。手放すルール。私の手放しルールは3つあります。まず1つ目が傷んでいたり欠けていたりするもの。2つ目は過去1年間で使っていないもの。3つ目は愛着が湧かず残す理由が思い浮かばないものです。一つ一つ見ていくと、1は誰が見てもそろそろ捨て時と思えるものです。傷んだまま壊れたままで取っておいても気持ちがすっきりしませんよね。2、春夏秋冬1年を通じて全く使わなかったものはこれからも使わない可能性が大きいです。3は、例えばもし引っ越しをするとしたら持っていかないもの。もう一度買い直したいと思わないものです。またこれは心がざわつくものです。こんまりさんの言葉で言えばときめかないもの。私がそれを目にして心がざわつくわけは、だいたい残したい理由を明確にできないからということと、ちっとも使っていない罪悪感ということに気がつきました。それでも手放すか迷ったものは、一旦見えないところに大きな袋や入れ物に入れ、1ヶ月ほど様子を見ます。でも、だいたいその間に、保留していたものの存在すら忘れてしまっていることがほとんどで、やっぱり必要ないなぁと気持ちの整理がつくので手放せます。なぜ手放すのかを突き詰めると、私の場合は物を減らして家事を楽にして時間セレブになるためという目的があり、それがモチベーションになりました。時間セレブになってすっきりした部屋で心地よくくつろぐ姿をイメージしながら手放していきました。イメージがあると迷う時間が減り、決断がスムーズになりました。捨て活を始めるときは少し勇気がいるかもしれません。でもルールを作っておけばよりスムーズに進められます。次は私が実際に手放した100個のものです。服、帽子、靴など50代は体型の変化が激しいですよね。また最近は肩こりが辛いので服の重さも判断基準になりました。今の自分が似合うと思う服、本当に着たい服、着心地が良い服だけを残しています。以前は痩せたら着たい服も取っておいてましたが、年齢を重ねるにつれ、たとえ体重が減らせても、肉付きの場所がだんだん下がってくるのは避けられず、
やはり着こなすのが難しいので、1年着ていない服は手放しています。このスニーカーは穴が開いていたことすら気がつかず履いていたのですが、即手放しました。また今回、離れて暮らす子供たちに服と靴の写真をそれぞれ LINE で送り、手放すものはないか聞いて返答を待ちました。これらが娘、息子の手放したものです。キッチン、日用品。子供たちと暮らしていた頃使っていた食器は、普段の夫婦2人暮らしには出番が少なく、引き出しの中で眠っているだけでした。帰省の時に必要最低限の量を残し、使っていない保存容器などもあり、今回こちらも手放しました。CD、DVD。音楽は YouTube のプレイリストで聴いたり、映画は Amazon プライムビデオで見ているので、思いっきり厳選して大部分を手放しました。ずーっと前に買ったマニキュア、携帯のストラップ、あとはクリップや画鋲など、CD、DVD のケースももういりませんね。本、料理レシピなど、今はネットで調べられるので、大部分は処分し、お気に入りのレシピのみスマホで撮影しておきました。趣味のハイキングや旅行のガイドブックも情報が古くなったため手放しました。1.5 金用の食パン型ももう使っていません。子供用の包丁なんかもありました。捨て活の様子いかがでしたでしょうか。今回まだ途中ですが、一旦ここで前編を終了したいと思います。来週この続きの後編では、さらに手放したものたちをご紹介しながら、捨て活を通じて得た心の変化もお話しする予定です。もしこの動画を見ながら、私も家の中をすっきりさせてみようかなと思えたら嬉しいです。少しでも捨て活を始めることで余白と余裕が生まれ、日常がより快適になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立てたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。